回の動画ではですね、人の名前の後につけるもにゃもにゃくんという継承の特別な場合について簡単にお話ししたいと思います。まずこのもにゃもにゃくんという呼び方は実はですね、江戸時代の終わり頃に始めたのが最初だ言われてるんですね。江戸時代というと身分制度がすごく厳しかったんですね。特にその武士の中でも厳しい上下関係があったので、こんなんじゃちゃんとした議論ができない、問題の討論ができないということで、もう身分を超えたもにゃもにゃくん、こんな風な呼び方でお互い呼び合おう、こんな風に考えて始めたのが最初だと言われています。ですのでアカデミックな世界、学者先生とかですね、そういった世界では「くん」をつける。でしかも今では男性だろうが女性だろうが「くん」をつけて呼ぶ、こんな習慣があるようです。例えばですね、すぐこの私のいるそばにですね、慶應義塾大学って大学があるんですけれども、この大学作った人は福沢諭吉というやっぱすごい大先生だったんですけども、その慶応大学ではですね、福沢先生一人が先生なんだっていう考えで、後の大学の偉い先生同士が呼び合う時には先生ではなくて「くん」と呼ぶんだそうです。また日本の議会、国会にいる政治家の人たち、国会の中では「くん」をつけて呼んだりするようです。例えば議長がね、もにゃもにゃくんなんて呼んだりしてるんですね。男性だろうが女性だろうが、身分の上下なくくんって呼ぶんだみたいな感じで想像できると思うんですけれども、またですね、会社とかでも上司が部下に対して、男性だろうが女性だろうがもにゃもにゃくなんて言って呼んだりする場合があるようです。日本の人のね、会話でもこの人はなんでくんを使うのかな。例えばですね、ドラえもんっての中にめっちゃめちゃ頭のいい男の子が一人いるんですけども、その男の子は、誰それ構わず男の子だろうが女の子だろうがくんって呼んだりするんですね。で日本の人たちはその場面を見るとね、やっぱこの子は頭がいいからくんって呼ぶんだなみたいな、そういう印象がスッてこう入ってきたりする、そんなのもですね、今後の日本学習にね、役立ててねいただけたらと思います。